みつきです。今回は特別編です。 USJ 好きなおっさんがディズニーシーに来てしまいました。 DPA って何でしょうかね。そんなことも含めてね、お伝えしていこうと思います。めっちゃ久しぶりですよ、ディズニーシー。20年ぶりぐらいじゃないですかね。久しぶりにリゾートライン乗ってみたいと思います。たまにはこういう情報も伝えていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。久しぶりですね、ほんと。ミッキーの移り変わとかですもんね。懐かしい。それでは出発です。リゾートゲートウェイステーション出発したので、ディズニーシーぐるっと回ってくるような感じなんですよね。最初はディズニーランドステーションに泊まります。こんな感じですね。懐かしい。本当に久しぶりって感じです。そろそろディズニーランドの入り口ですね。ちょうどね9時前後のオープンだったので、一般の方は入場が始まってるっていう、そんな感じですね。ちょうど皆さん荷物検査を待ってる感じですね。で、ディズニーランドステーション出発したので、今工事中のスペースマウンテンがちょうど見れます。これ来年でしたかね、出来上がるの。あんまりディズニー詳しくないので、間違えたこと言ってたらすいません。コメントで怒ってください。で、工事中の様子の向こう側に見えるのが C のファンタジースプリングスですね。で、ファンタジースプリングスにあるホテルでございます。で、この本当反対側にねあるのがオフィシャルホテル群があるんですけど、ちょっとそちらはね人がいたので撮ってなかったです。で、 C の方までやっと来ましたよ。 SS コロンビア号の裏側ですね。で、タワーオブテラーまだ体験したことないです。私今回ぜひとも体験してみたいです。そろそろディズニーシーの行列混雑が見えるところまでやってきましたね。地球儀がちらっと見えますね。で、ここ荷物検査のところです。一瞬ね、混んでないわと思ったんですけど、ぐるっと回ってきたらなんのめちゃくちゃ混んでますね。やばすぎです、やっぱり。でもうね入ってらっしゃるので、この後映りますけど、ステーション到着でこんな感じですね。もう中はあんな感じでございます。で、このモノレール降りて改札出たら、先ほどね撮影してたゲートと反対側の方に案内されました。ちょっとこっちはやっぱり空いてますね。で、持ち込めないものは USJ とほぼ同じような感じでした。で、入ってきたんですけど、速攻でね DPA を取ったんですけど、 DPA ディズニープレミアアクセスって何っていう感じなんですけど、ここに書いてあるようにね、ここからアプリから取るんですけど、対象のアトラクション1つずつなんですよね。USJ のエクスプレスパスとちょっと違って1個ずつ価格が設定されてるって、そんな感じです。で、ここに書いてますけど、 USJ でいうところの予約乗り、これの有料版みたいなイメージですかね。一つずつ予約取るんですけど、1個取ったら次がなかなか取れないみたいな、そんな感じです。でね、ソアリンがね乗りたかったので DPA が取れて本当一安心でございました。で、今回家族と来てるので1人じゃないんですけど、そのね家族がねアラビアンコースト好きなんですよ。なのでソアリンの DPA が取れたのもあって、ちょっとねプロメテウス火山からアラビアンコースト行きたいと思います。でね、来たらね、これね何の列と思いますけど、ソアリンの待ち列なんですよ。びっくり。180分ぐらいでした。右側ですね。で、ここの左の方に行くとセンターオブジアースの待ち列があるところですね。で、火山抜けてきて、ここが回転2万マイルでしたっけのアトラクションがあるところですね。もうほんと久しぶり、懐かしい。
でここでねアイス買います。昔ここね餃子ドッグ売ってたようなとこだったと思うんですけど、これがね400円からあるんですよね。アイスが安い。で私これ買いました。ベイマックスのアイス500円でございました。こんな感じですね。めっちゃ硬くてね吸う感じだったんですけど吸いづらかったですね。でアイス食べながらアラビアンコースト到着でございます。もうねうちの家族がねジーニーこれ大好きなんですよ。ジーニーとアブ大好きなので最初ここ来ました。懐かしい。ほんとね懐かしいしか出なかったです2人とも。で最初はここに来たのでマジックランプシアター入ります。ここも本当何十年ぶりっていう感じですね。20年ぶりぐらいでしょうね。完全にね忘れてました。でこの後はちょっとね撮影控えさせていただいたのでここまでの映像となります。楽しかったです。それではねこう来ちゃいました。速攻でファンタジースプリングス来てみましたよ。皆さんもねいろんな YouTube とかでこの映像見たことあるんじゃないですか。もちろんね初体験でございます。でねアナ雪のアトラクション楽しみたいなと思ってたんですけど、もうねそこで入った時からアプリ見てて休止中っていうのが分かってたのでちょっとね残念だったので、まずはファンタジースプリングスのエリア内をちょっと楽しんでます。いい雰囲気ですね。ただね書いてますけどアネ雪やってないのでこうなんですけどね、アネ雪やっぱ人がね少ないんですよ。でとりあえずね入り口まで行っています。記念に誰もいないでしょう。残念。そんな感じでございました。エリア内歩いてたらステッカーもらいました。でこの後はですね割とグリーティングが多くやってました。歩いてるところでね見に行ったわけじゃないんですけど、ちょうどね歩いてるとやってるってそういう感じでしたね。これね多分シンデレラだと思うんですが、スマートも動かないんですよ。最初何かなと思ったら小さい女の子がずっとね離さなかったですね、シンデレラを。でショップ見に行きます。ファンタジースプリングス内のちらっとだけ見ました。こんな感じのところでございました。でね出た瞬間にもう一つね取れるようになったんですよ、 DPA で。タワーオブテラー取りました。でタワーオブテラーに向かってる途中でちょっとね休憩でございます。いつもね飲まないんですけどアルコール飲んじゃいましたでインディ・ジョーンズね11月ぐらいでしたかね。今休止中ですね。で後でねこのグリーティングも来たいなと思ってね見てます。とりあえずはDPA 取ったのでタワーオブテラーに向かって歩いております。でね見ました、これポップコーン値段こんな感じでございます。リフィルあるんですね、ディズニーは。ただね先ほどのハッシュポテトとビール買ったのでさすがにねポップコーン買うねお腹じゃなかったので量がね分かんなかったんですよね。申し訳ないです。やっとね来ました、タワーオブテラー。私初体験でございます。 DPA タワーオブテラーの方は1500円でしたね。それではね行ってきたいと思います。でここからはねちょっと撮影控えさせていただきました。申し訳ないです。でねこの時間だいたい30分ぐらいでね出てきましたね。楽しかったですね。でね隣っていうようなところにまたね大人気のねトイストーリーマニア、通称トイマニがあるんですよね。でこれもねディズニーをよく知ってる人から聞いてたので行こうかなと思ったんですけど DPA はねすでに18時台だったんですよ。で通常の待ち列100分だったのでちょっとねここは諦めました。せっかくなのでねあまりこう長く並ばないでこう雰囲気をね楽しみたいなって言ってたので家族とはブラブラしてでビール飲みながらうろちょろしております。でねここもねドナルド好きなんですよね、うちの家族が。でここに入ってね
でメダリオン見つけたんですよ。でいくらかなと思ったら100円でした。ここも USJ よりちょっと安いですよね。ただね、大きさ実際買ってみたんですけど、これはちょっとなんか小さいかもっていうような感じです。 USJ と比較するとですね。でね、これもね見たかったので、ちょうどね良かったです。うろちょろしてたら始まったので来てみましたよ。ちょっとここからはね申し訳ないですけど、ちょっとだけね延々と喋らせてもらいます。いろんな理由があって、本当ね黙って私も聞きたいんですけど、ちょっとね喋りますね。万が一のことがあるので。この曲いいですよね。めちゃくちゃ去年からやってますもんね。いや、このダンスとかもね、ミセスが踊ってましたもんね、 YouTube とかで。この曲ノリノリでいいですよね。夏らしい感じ。これ9月までやるんでしたかね、ディズニーは。 USJ は8月末で終わりでしたね。クルースプラッシュタイム。これほんと楽しかったですね。でパッとね場面変わります。すいません、ここも来たかったんです。餃子ドッグなんとかして食べたいなと思って来ました。確か昔、ほんと最初の頃はここじゃなかったような気がするんですけど、違いましたかね。ディズニー好きの方教えてください。餃子ドッグは今回私だけですね。家族は食べなかったですけど、もちろんね一口ちょうだいみたいなのがありましたけど、ここは私ビール飲んでないです。ウーロン茶にしました。懐かしかったですね。これも本当美味しかったです。最初の頃よく食べてたんですけどね。でマーメイドラグーンも来てみました。ここも本当ね懐かしい。昔ここでねシーソルトアイス食べてた記憶がありますね。でここね本当涼しくて、お子さんがたくさんいらっしゃっていいですね。広くて。ちょっと USJ なくなりましたもんね。残念ですね。でね、また外出てきました。でね、グリーティング来ましたよ。おっさん撮りました写真で。ソアリンの時間になりましたので、ソアリン来ましたよ。ソアリンの DPA は2000円でしたね、1人。9時半ぐらいに入って1時半ぐらいのが取れましたね。念願のソアリン来ました。通常スタンバイは120分でした。少し短くなりましたね、朝よりは。でここもある程度のところまでは撮影できたんですけど、この先の部屋、ここの部屋ぐらいまでですね。ここから先はちょっともう控えさせてもらいました。ソアリン行ってきます。行ってきましたよ。楽しかったですね。おーってなりました最初やっぱ声出ますね、おーって。でね、DPA がないとちょっと実際何分で乗れたかは分かんないですね。90分ぐらいなのか120分なのかはちょっと分かんないですね。動画内でちょっと休憩やなって言ってますねでね、来ました。ザンビーニプラザーズリストランテ。ここでね休憩しようと思います。お腹空いたので、お昼ご飯ランチですね。パスタとかピザとかっていう感じのお店でございます。メニューはこんな感じです。今回はパスタと、うちの家族ピザ、それと申し訳ないです、ビールとリトルグリーンマン買ってきました。リトルグリーンマンは3つの味みたいですね。私ちょっとね2つしか食べなかったのであれなんですけど、美味しかったですね。冷たくて美味しかったですね。でね、食べた後また来ちゃいました。ファンタジースプリングス。これピーターパン、これをねちょっと楽しもうと思います。この時ね待ち時間スタンバイ50分だったんですよ。これならいけるんじゃないっていう感じで並んでみました。そしたらね回転率いいんですよね。こんな感じでずっと列が進んでいきます。最初ねどんな感じなのか全然分かんなかったんですけど、アトラクション今度分かんないままずっとね並んでます。でこれね一応ティンカーベルっ
っていう感じの演出ですね。ティンカーベルがここにいるっていう。凝ってますよね。でね、もうすぐ乗れるところなので、ここからのねちょっと撮影控えさせていただきました。でね、 USJ のアトラクションに例えると昔のねスパイダーマン風のものでしたね。ハーバーショーを見るために移動しております。でインディは先ほども言いましたけど11月30から再開みたいですね。でね、こんな感じの虹が出てたんですよ。皆さん何撮ってんのかなと思ったら虹でした。でこれをね5時から見ましたが、雨の予報だったみたいでカッパ来てるんですよね。こんな天気なんですけど、あれカッパ来てるってみんな言ってましたね。晴れた感じだったんですけどね。ここはまだショーが始まってるわけじゃないんですけど、港の方に向かってるっていうそういう感じですね。で今回もうねちらっと見ただけなので、これが通常バージョンだったのか雨バージョンだったのかちょっとね私わからないんですよ。申し訳ない。ここをね遠目からちらっと見てました。楽しかったです。でね、今回感じたことです。まとめに入りますよ。やっぱりね前もっての下調べは必要ですね。でアプリは必須でございます。で課金して時間を買わないと楽しめないかもっていう感じですね。久しぶり勢は。フードに関してはやっぱり USJ より少し安いかなって感じでしたね。ただ年パスがないですもんね、ディズニーは。それと実際の量の比較ができてないのでなんともなところでございます。ただディズニーシーも楽しかったです。またね来たいです。今回はここまでです。